皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。ブレワイ続編のリンクは影の住人になっていってるのかもしれません。あと僕は今でもブレワイが位置する世界線が敗北ルートだと強く思っていますが、トアプリの世界線である可能性がちょっと出てきました。ゼルダゲーム全般のネタバレがあります。敏感な方はお気をつけください。ブレスオブザワイルド続編セカンド PV に関する最近の調査の結果についてお話ししていきます。まずこの話からしましょうか。最近地味に各時代、各世界線別のハイリア文字や謎の文字について調べてたんですが、神々のトライフォースのハイラルを歩き回っている時に、教会の屋根にスカイウォードソードのゲポラ校長の胸やトワイライトプリンセスの牧師、レナードの胸にあった鳥のような謎の飾りに似た装飾がありました。すぐ東の墓地、墓石にも同じマークが彫られていましたね。気になって教会の中に行ってみると、物語序盤、リンクが動かして出てきた礼拝台のようなものにも同じものがありました。この礼拝台っぽいところの装飾には、左右にも宝石のようなものがついていて、ゲポラ校長の胸のやつにさらに近い感じになってます。そしてそのすぐ上には時の扉を表しているような太陽みたいなマークもありました。気づかなかったですね。中央にはトライフォースが一つ描かれています。そうなると周りのステンドグラスにも後の作品たちで後付けの意味を持たせてそうで気になってきますけど、とにかく鳥のような形の装飾は開発目線で言うと神トラから来ていたのかもしれませんね。ゲポラ校長の胸の装飾からすると鳥の左右の翼のように見えていたものは向かい合ってるロフトバードのようにも思えてきますが、何とも言えませんかね。今のところ一番考えやすいと思っているのは以前からお話ししている騎士学校の紋章ですかね。あれはロフトバードを表したものだと思っていますが、神トラの教会の装飾もハイリアの紋章やハイラル王国の紋章から来ているものかと考えています。ここまで話してきましたが、たまたま似ているだけかもしれませんので、とりあえずは保留です。そしてトワイライトプリンセスのハイラルを歩き回るうちに、こちらでも少し進展がありました。トアプリのかかりこ村教会地下のフクロウの石像だけは、シャットが天空語を読み上げるまではくちばしの先端あたりに目玉のようなものがありましたよね。なんとなく車のハンドルロックを思わせるあれのことです。わかりづらかったらすみません。過去の時の神殿には他にもお腹に穴が開いている石像がいくつかありましたけど、これらにも同じようにハンドルロックがついてたんですかね。それともかかりこ村のフクロウの石像のお腹にだけロックをかけたんでしょうか。時の神殿の壁を見ると穴が開けられたその紋章が描かれているので、後者の方が考えやすいですかね。そういう話を作中で聞けましたっけ？情報をお持ちの方はコメントよろしくお願いします。一応ブレワイのフクロウの石像も再確認しましたけど、こちらはお腹にそれらしいものはなかったですね。その外れたロックの話になりますが、上に3本のまつげみたいなのがあって、下は棒が伸びてるのでシーカーシンボルという解釈でいいのかなと今までは思ったんですが、まぶたのようなものが下に来てることに違和感を覚えたので、フクロウの両目と合わせてこの目が第3の目になるように逆さにしてみました。そうしたらブレワイ続編セカンド PV アイゴールみたいな魔物の胸のブラシや鐘のようなマークにちょっと似てるなぁと思えてきたんですね。先の方は似ていますが、そんなに近くないですかね。これについては今のところここで止まってるんですが、天空文字も日本語訳限定なのかわかりませんが、逆さに読み上げてましたよね。そして空から降りてきたというピッコルの言葉も逆さに読むとまともに理解できていました。引き続き調べていきますね。石像つながりでもう一つこちらも話させてください。砂漠の処刑場の壁などに彫られた謎の文字を調べていたら見覚えのあるものを見つけました。この穴が3つ開いててアラベスクのように鶴が巻いてるような模様ってブレワイの豚の石像の首あたりに彫られている紋章に似ていませんか？ちょっと前から動画で何回か取り上げてる天空都市の建造物やスカボの限られた場所だけにあるアラベスクのような模様とも似ていますね。影の世界への入り口に描かれた模様、それがガノンを表しているであろうブレワイの豚の石像の首に彫られていると
これが影の世界へガノンドルフを追放したということも意味しているとすると、ブレワイが位置する世界線がトアプリ世界線という可能性が少し出てきましたかね。ちょっと模様が似ているだけなんでしょうか。皆さんはどう思いましたかね。こちらも感想が聞きたいです。そして今まで全然ピンとこなかったんですが、今回いろいろ調べたくて影の世界にももう一回行ってみたんですね。そしたらこちらでも見覚えのある方を見ました。それが影の住人の体の特徴なんですが、本来の体である肋骨の浮き出た白い部分、影に蝕まれていっているような黒い部分と、ブレワイ続編セカンド PV の天空にいる時のリンクの肌が露出している部分、服で覆っている部分が大体一致するんですね。もうちょっとわかりやすく言うと、影の住人の白い部分とリンクの体の露出部分、影の住人の黒い部分とリンクの服で覆われている部分がそれぞれ大体一致するという意味ですね。影の住人たちは全員がこの特徴に当てはまっていて、さらに右腕だけが緑色に光っていました。ブレワイ続編のリンクもファースト PV からもセカンド PV からもわかる通り、右腕だけが光っていましたよね。光の色も同じくシーカーの青色とは違う緑色の光でした。このことからリンクを助けてくれていると思えるあの謎の右手は影の一族か、影の一族とやっぱり深い関わりがある存在だと言えますかね。そしてセカンド PV の縦にくっついてる竜の頭がゾナウの水流の石像とそっくりで、その口の中には影の一族の体に浮き出ている緑色の模様とそっくりな模様がありましたよね。影の一族とゾナウの関係が深いこと、もしくは同一の存在ではないかとより一層思えてきたんですね。リンクはあの右手の能力が宿ったことによって徐々に影の住人の姿へと近づいていってて、もしかしたら今リンクの目は影の住人のように真っ赤になっているのかもしれませんね。もろもろまた調べていきますね。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。